こそ山岸豊です。今日はこちらのアストンマーティンバンテージを紹介したいと思います。今日は新型バンテージを箱根のワインディングに持ってきました。先日東京ストリートを走らせてちょっとね嬉しい誤算というか、車の完成度の高さが想像以上でびっくりしちゃったんですね。でまず一番感じたことがシャシー剛性の高さだったんですね。でプレスリリースを読むと、このシャシーのフロアのクロスメンバーとかね、ものすごく強化されて、前期モデルから3割以上シャシー剛性が上がってるということで、もうね走り出してすぐにそれは感じたんですね。でフロントもリアもストラットのねヘッド部分をしっかりとバーで固定してあって、もうサスペンションがねこれだけシャシー剛性が高いと正確に動いてくれる、そういったね面で締め上げられているのに決してね不快な乗り心地ではない。これは車体がねブルブルンと震えたりとか、前後違う動きをしたりとか、そういったねことがなくて、すごくシャキッとしてパリッとしているのに、ちゃんとね足回りが動いてくれて仕事してくれているんで、全体的にね硬い乗り心地なのはもちろんそうなんですけど、これだけハードなねカーボン製のバケットシートに薄いスポンジが引いてあるだけのシートでも、ドライバーもそんなにね不快な突き上げ感、うわー硬くて乗ってられないとかね、全くそんなこともなくて、むしろね快適で心地いい、こう路面に吸い付いてるっていう、そういったね感触がシートを伝わって体に伝わってくるんで、とても安心感があって、東京ストリートではねもちろんハイスピードで走れなかったんで、今日このワインディングでどんなねハンドリングを見せてくれるのかとても楽しみです。で今日の箱根は朝気温が1度ぐらいしかなかったんですけど、今少しね気温が上がって5度ぐらいまで上昇してくれたんで、路面のね凍結しているところはないんですが、やはり日陰でコーナーのね手前とかはハーフウェット状態で、もう乾くことないんでしょうね、冬の間は。そんな感じなんで、タイヤをね少しずつ温めて、で様子を見ながら徐々にペースアップしていってみたいと思います。で走行モードはねデフォルトのスポーツから走り始めようと思ってますけど、この前ね首都高で走った限りではトラックモードが非常にね好ましいハンドリングにガラッと変化して、首都高は路面がそんな良くないんですけれど、ホールド性も高くて非常に安心感があったんで、今日もねトラックモードも一応試してみようと思います。でこのバンテージのねトラクションコントロールなんですけれども、任意にねレーシングカーと同じようにアジャストできるんですよね。で最後にねそのトラクションコントロールを自分なりにアジャストして合わせ込みができるのかどうかっていうところもねちょっと試してみたいと思います。じゃあモードをねマニュアルモードに変更して、じゃあ徐々にペースアップしていってみましょう。このねバンテージが履いてるタイヤなんですけど、フロント275/3521、リアがね335/3021インチというかなりワイドな前後のタイヤを履いていて、そしてこの銘柄がねミシュランの
パイロットスポーツ 5S っていう名前なんですけれども、このバンテージ専用にね、コンパウンドから構造まで開発されたそうで、もう最近のアストンマーチンは全車ね、同じように一台一台ミシュランと共同開発でタイヤを合わせ込んで作ってきてるみたいなんで、ただ単にねグリップ力が高いとかそういったことだけじゃなくてね、コントロールのしやすさとか、そして車の特性を決めるねハンドリングの素直さ、そしてアンダーオーバー、その辺のコントロールをこのベルシュタインのダンパーとシャシーに合わせ込んで煮詰めてきてると思うんで、それはねとってもいい感触になるんでしょうね。まだねちょっと温まってないんで、フロントもリアもアンダーオーバー両方出てる感じですけど、パワフルさ、ピークパワーももちろんなんですけれど、最大トルクがね2750回転で800ニュートンはもうすでに発揮してるんで、そのトルクのねパワーでぐいぐいと前に車を押し出してくれますね。徐々にねタイヤ温まってきたんですけど、フロントの反応がすごくいいですね。パッとねノーズが入ってくるんで、その後もアンダーステアが出ることもなくしっかりとラインをトレースしてくれますね。リアからねデフの音がね聞こえてきますね。面白い、レーシングカーみたい。シフトタイミングのねプログラムが結構回転が下がった時にシフトねダウンするように設定されてるみたいで、パドルを操作しても回転が落ちないとシフトダウンしなかったですね。この辺りはね安全機能なんでよくできてますね。でもこういったねワインディングだとねエンジンブレーキも意外とフットブレーキ以外に車を曲げるねきっかけで対応したりする方なんで、ここまだハーフウェットだ。エンジンパワーすごいですね。結構ねもう温まってきてるんですけど、はいアクセルはねやはり丁寧に踏んであげないとねリアブレーキしがちですね。これはちょっとトラクションコントロールオフはないな。回ってたら十分鋭い加速を得られますね。低速後の立ち上がりはもうしっかりトラクションコントロールが仕事してくれてますね。こんなにパワーがあるとねそうでしょうね。新型バンテージのボディサイズなんですけど、全長が 4495mm、
ミラーを含めた全幅が 2125mm で、前高が 1275mm、 ホイールベースが 2705mm っていうね、フロントリアともすごくショートノーズ、ショートデッキで、なのにホイールベースがね 2700mm 以上あるっていうね、このパッと車を見た時のサイズ感から言ってホイールベースが意外とあるんですね。でフロントタイヤとリアタイヤの差も結構あって、この辺りはね独特の味付けですよね。だいたい今時ね、前後のタイヤのサイズってそんなに変わらなかったりするんですけども、やはりねこれだけねパワーのあるエンジンをしっかりとね仕事させるには、このワイドなリアタイヤと、そしてこのトレッドが必要だったんでしょうね。でね、こちらの車ブレーキがねオプションのカーボンブレーキに変更されていて、モノブロックのね6ピストンキャリパーがしっかりとね車速を落としてくれるんですね。とてもね心強いですよね。でバネ下重量も中鉄ディスクのブレーキと比べて27キロ軽量化になっているそうで、やっぱねバネ下はね効くんで、こういったねスポーツドライビングをメインにされるようでしたら、カーボンブレーキは入れた方がいいオプションですよね。許容回転数がね7000回転になって、あっという間にねウェブカウンターのトップまで回転が跳ね上がりますね。いや、このね加速本当にすごいな。もうフロントはねアンダーの文字もないですね。いや、このねエンジンパワーの感覚だとリアタイヤもっと太くてもいいかもしれないですね。でね、バンテージに唯一残念な点が一つだけあって、それはねウェイトなんですね。カタログ上はね乾燥重量が1605キロって書いてあったんですけど、実際のねこちらのお車の車検証上の表記が 1.8 トンあるんですよね。そのあたりがねちょっと残念な点ではあるんですけれど、ただそれをねその欠点を完全にこのパワーユニットとこのガッチガチにね固められたシャシーで補えてるんですね。ですからもっとね体感的には200キロぐらい軽いね車をドライブしている、そういうイメージなんですよね。やはりねそのダンパーシステムとね、それから専用開発されたミシュランタイヤの恩恵だと思いますね。路面のねアンジュレーションもあるところでも全くグリップ感の変更がなく、しっかりとね路面をキープしてくれてますから、吉村君はねZF 製の8速オートマティックトランスミッションが DCT だったかなっていうところは、これだけねハイペースで走ってみると感じますけれども、でもねサーキットをねメインに走る車だったらそういったところがね気になっちゃうかもしれないんですけど、ワインディングをね適度なねスピードで楽しんで、普段はねシティユースっていうお使い方だったら全然気にならない速い変速速度の部類に入るんで、ね他のスポーツカーよりも
低速からすごくトルクが厚いんで、そういった点ではね、シフトダウンの回数もね少なく済むんで、まあまあ十分以上ですよね。じゃあここで今までねスポーツモードで走りましたから、スポーツプラスですね。スポーツプラスに変更して、その後トラックモードも試してみましょう。今これでねスポーツプラスです。エンジンのねパワーのプログラムちょっと変わりましたね。さっきね吹き切らなかったところで吹き切りますね。早いわ。プラスの方がね全然パワーが出てますね。これはねちょっとね自制心高い方でないと危ない領域に行っちゃうかもしれないっていうぐらいパワフルですね。アドバンテージはね、これだけ高いシャシー合成と素晴らしいパワフルなエンジン、そしてねとても賢いサスペンションとデフ、いわゆるドライバー補助デバイスですよね。これだけの高い車速でね走れちゃう車だから、これはサーキット走ったら楽しいでしょうね。フロント本当にいいのままですね。コーナーのねミドルからだろうが出口近くだろうが、切ったら切った分ねしっかりと向きを変えてくれて、やっぱりねアンダーステアが全くないっていうのはいいですね。で FRA らしいハンドリングで素直だし、個人的な好みを言えばリアタイヤもうワンサイズ大きくしてもいいかなと思いますけど、では、スポーツプラスモードからトラックモードに変更してちょっとね試してみたいと思います。首都高でねもうどのぐらいイメージが違うのかは確認済みなんで、やはりサスペンションが締め上げられてストローク量が全然減りましたね。このね乗り心地でゴツゴツしちゃうんで、単純にね足回りが締め上げられた状態だとそれをね硬いっていう表現を皆さんするんですけど、実際はね硬いんじゃなくてダンピングレートが上がっていて、でストローク量が減ってるんですよね。だからどうしてもね乗り心地の感触もそうだし、キビキビとね車もロール量も減って動いてくれるところもありますから、なおさらね硬いっていう言葉使っちゃうんですけど、硬いっていうよりはねもうタイヤのねサイドウォールの硬さまでねしっか
わせてタイヤも作ってきてるでしょうから、やっぱり最大限のね動力性能を引き出そうと思うと、このトラックモードがね一番適してるんだと思います。でハンドリングもよりもっとね俊敏になったし、アクセルをねコーナーの立ち上がりで開ける場所も若干速くなってますから、ヘアピンも全然ロールしないんですよね。でもなく速いのに全然ブレークしちゃったりね破綻するっていうね感じがないんで、ドライバーとしてはね非常に落ち着いてコントロールできますね。さてトラクションコントロールオフにして、で自分でモード設定をとりあえず6でいってみましょうかね。デフォルトはね、5みたいなんで6でちょっとどんな感じなのか試してみたいと思います。モードはねトラックモードのままいきます。ホールスピンしてますね。今2速ですよ。簡単にリアブレークしましたね。これはねモード6じゃダメだな、5だな、危ない。でも5だとデフォルトと一緒になっちゃうから、まあやっぱりそこちょうどいいところについてるんですね。シフトダウンはねしっかりとね車速を落としきってからポンと落とすっていうのもねいい感じですね。なんかね朝晴れてたんですけれど、今ちょっとひょうっぽい感じの小雨が降ってきちゃいましたね。いやこれだけのねハイパワーな車でハーフウェットからウェットに変わる路面ってちょっと嫌ですね開発されたミシュランのねパイロットスポーツ 5S なんですけど、滑り出しがね非常にねなだらかでコントロール性が高いタイヤなんでしょうね。今日のワインディングはタイトコーナーがね連続するそういったね構成になっているんで、タイヤをねちょっと流して走りは危なすぎてできないんですけれど、でもねさっきトラクションコントロールを6にしてガツンって踏んだらズルってきたんですけども、でもその滑り出しもね冷えって冷や汗をねかくようなそういうブレークの仕方ではなくて、緩やかにズルズルって来てくれてるんで、まあこのねタイヤのコンパウンドコントロール性の高さっていうのはねやはりね高いグリップ力を保ってるタイヤってブレークするとき一瞬なんですよね。でそれだとねもうドライバーがコントロールする領域がないんで、もう絶対にブレーキさせられないってなるんですけれど、この専用開発のパイロットスポーツは意外とねなだらかに滑り始めてくれるんで、これだったらね全然ドライバーが制御できるレベルの
滑り出し方なんで、まあ安心感高いですよね。路面がね完全に濡れちゃう前にもう一発だけちょっとハンドリングを確認して終わりましょうか。やっぱねちょい濡れなんで滑るのは滑るんですけど、フロントに関してはガチッとね路面を捉えてくれてますね。若干ハーフウェットのね路面に乗っても滑り出す直後はないですね。で下りはね FR の車だとやはり本当にね重量物のエンジンがあるんでアンダー傾向になるんですけど、このバンテージはね全然アンダー出ないですね。前後重量バランスがね50対50なんで理想っちゃ理想なんですけども、この辺りもねフロントにワイドなタイヤを履いてる、これがね結構効いてるんでしょうね。だからこの車をね開発したドライバーと技術陣は相当ね煮詰めたんでしょうね。ピークパワーだけね高くてもね結局は減速して加速しての繰り返しだとコーナーの立ち上がりのねそこで非常にトルクを必要とするんで、そこでね前に出てくれないとせっかくのピークパワーを生かしたね最高速が伸びないんですよね。だからレース用のエンジンって意外とねトルクフルにセットアップされてるんですよね。まあもちろんねコースにもよるんですけど、今トラックモードで走ってたんですけども、インディビデュアルモードっていうのが最後に一つあって、でこちらだと自分でね好みのセットアップができるんですよね。で僕はこれ基本サスペンションをスポーツプラスにして、あとはコンフォートというかねスポーツモードにセットアップしてあるんで、こちらでちょっとね行ってみましょう。早い。いやーこれねほんとっていうぐらいグリップしますねタイヤ。今もね完全に温まってると思うんで、走り始めよりもねはるかに高いグリップ力を発揮してくれてますね。すごい。でねサイドの構成がすごく高いのが分かりますね。タイヤがね全くよれないんですよね。小雨がパラパラ降ってるんで少し滑りやすくはなってるんですけど、それでもねこれだけアグレッシブなね走りができちゃう。いやほんとね想像をまさに超えた仕上がりですね。ここまでねパワフルなエンジンをハードに走らせるロードカーってなかなかないんで、それがねこの価格帯でもう本当ね正直性能と値段が見合ってないですね。ワンランク上のスポーツカーの動力性能ですね。だからこのホイールベースといいね全長といい、このサイズ感でこの速さが
味わえるっていうのがこのバンテージの一番の売りなんでしょうね。まあバリバリのねツーシータースポーツカーですから素晴らしい。ストリートでも言ったんですけど、もうね想像以上嬉しいね意味で期待を裏切ってくれて、まあアストンマーチンっていうねメーカーの昔からの車作りが非常に硬派なんですよね。だけど硬派な中にもラグジュアリー感もあったり、そしてねやはりストリートカーですからサーキットをガンガン走るセットアップにはされてない、もう少しねストリート寄りに振ったセットアップの車がずっと多くて、まあ本気でねガンガン走りたい方はやはりポルシェやフェラーリ選択されてたのかなと思うんですけど、今回のねこの新型バンテージはね、まあ、ストリートでもそういったイメージを持ったんですけど、もう完全にねポルシェフェラーリの同レベルの価格帯の車だったらこの新型バンテージが一番上に来る。その評価はねストリートとワインディングと走っても変わらなかったですね。でも操ってるね楽しさとかね身軽さとか、やっぱりスポーツをドライバーがね頑張って車をコントロールしたり速く走らせたりって言ったらね、そういった楽しみ全てをね高い次元でまとめ上げてきたこの新型バンテージ、まあなんか久しぶりにね自分で欲しくなっちゃった1台ですねでたまたまね本当タイミングなんですけど、この3日ぐらい前に実はねバンテージのボランテが発表されたんですよね。ですからそちらもねプレスリリースを読む限りこのクーペよりさらにねボディ剛性上げてきてるらしいんで、ちょっとねものすごく楽しみな1台ですね。これでねオープンエアまで味わえたらもう言うことないですよね。まさに最強かもしれないですね。そうそう、このね走行モードでウェットモードっていうのがあるんですね。でこれは本当に路面がねミューが非常に低い状態の時の選択モードみたいなんですけど、まあ、こういったね普通のスポーツカーだったらコンフォートモードに位置するのかもしれないんですけど、まあ至れり尽くせりそんな感じですね。今ねウェットモードで走ってますけど、やはりダンピングレートが非常に下がって、まあ、乗り心地がねもちろん一番いいですね。まあこれだけねアストンマーチン素晴らしい車作れてるのも F1 をはじめとしてスポーツカーレースもねすごい頑張ってて、新型バンテージとね同じ新しい GT3 車両もレースで優勝してますからね。で今度はねルマン勝つべく最高峰にねチャレンジもするそうで、まあそういったね最先端のバリッバリのねレースフィールドで車を走らせてるメーカーさんっていうのはね必ず市販車にね技術フィールドバックが来るんで、だからこそねこれだけ高い次元のスポーツカーを仕立てられるっていうところがあるんですよね。ですから今ねポルシェもフェラーリもアストンマーチンもコルベットよね、まあ、みんなスポーツカーレース頑張ってますから、まあ、これからもねどんどん新しいモデルブラッシュアップされてもっと良くなっちゃうんでしょうね。いやだけどこれだけのねパワーがあって制御もちゃんと黒子に徹してくれてね、
ドライバーを安全に速く走らせてくれる、ここまで仕上がってるんで、この先ね進化するって言ってもね、もっと車がドライバーのね操作に介入してくる領域に行くんでしょうけど、それはねどちらかというとやっぱりドライバーのコントロールする領域っていうのはね取っといてほしいんで、今のこの新型バンテージでももう十分お腹いっぱいって感じですね。いやー、今日はね真剣に走らされましたけど、ここまでね高い次元で仕上げてきたと思いませんでした。Thank you for watching。 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。